どうもケンです。僕は今韓国のミョンドンに来ています。で、今回の動画はですね、北朝鮮の軍事境界線 DMZ に潜入したいと思います。1950年に始まった朝鮮戦争、1953年に終戦ではなく休戦したんですよ。で、その休戦した時に北朝鮮と韓国の間に幅4キロぐらいの非武装地帯 DMZ って言われる緩衝帯じゃないけど、そういう場所が設けられたんですよ。で、そこに明日行きます。どうしてもなんかね、その分断の現実みたいなところを自分の目で見て確かめたくて、そのために今回は行こうというふうに決めました。もしかしたら僕のチャンネルで一番危険な動画になるかもしれない。未だに世界で最も緊張した場所の一つっていうふうに言われてるぐらいだから、休戦だからね。1950年、北朝鮮が韓国に攻め込み、朝鮮戦争が始まった。町は焼け、家族が引き裂かれ、数百万人が命を失う悲惨な戦いとなった。その後、北と南の間には再び戦わないための非武装地帯 DMZ が設けられた。そこには一体どんな光景が広がっているのか。というわけで今日はもうさっさと宿の方に帰って寝ます。この時間でこんだけの人が出歩いてるってことは、それだけ治安がいいってことなんでしょうね。すげえ盛り上がりだ。こんなんが毎日やってたらそりゃ楽しいわ。すげえな。なんだあれ、何作ったらああなるんだ。ほぼ火事です。狂気を感じるんだけど。おはようございます。今時刻は朝の7時前ぐらいです。これから DMZ に行くツアーに参加します。なんでツアーにしたかっていうと、 DMZ って一番奥まで行くには、だから DMZ に行くには、ツアーに参加しないといけないんですよ。韓国政府が許可を出したツアー会社でしか行けないんで、個人で行くってなるとなかなか厳しいんですよね。だから今回はツアーに参加していくという形になります。集合場所のミョンドン駅まで歩いていきます。今日ね、結構天気いいんだよね。だから北朝鮮の景色もクリアに見えるかもしれない。このバスで行きます。世界でも屈指の緊張状態にある場所へ行く今回の旅。悲劇の公園と謎の遊園地、謎のモニュメントとは。さあ、イムジンガク平和公園に来ました。見て回ります。結構天気良くてね、日差しも強いね。このイムジンガク平和公園は1972年、南北の離散者を慰撫する目的で作られたそうです。離散者とは、戦後の南北分断と朝鮮戦争の混乱の中で国境を越えて家族と引き離され、今も再会できずにいる人たちのこと。ここには戦争記念碑だったり、自由の橋だったり、機関車だったり、戦争とその分断の記憶がたくさん残っている場所になります。
これがマンベダンって言って、朝鮮戦争で南北が分断された際に故郷に戻れなくなった人たちがせめてここから祈ろうっていう風に作られた場所です。今でも旧正月とかには北に残した祖先だったり親族のために儀礼を行う人々がここに集まります。僕には北に祈る具体的な人はいないですけど、その心情を想像すると本当に想像に耐え難いものがありますね。例えば関東と関西で明日から分断して戦争します、家族と離れ離れになっても知りませんなんてなったら、それがどれだけ辛いことかっていうのは本当にもう想像できないぐらいの辛さじゃないですか。これが自由の橋といって、朝鮮戦争の時に捕虜や避難民の方たちがここを渡って南へ戻ってきた橋になります。その戻ってくる時に、これで俺たちは自由だ、自由な身だって言って服を脱ぎながら渡ってきたことから自由の橋という風に名付けられたそうです。12,773人の捕虜の方がここを渡ったそうなんですけど、ここを渡ってる時は完全に自由でも捕虜でもない宙ぶらりんな状態なわけですよ。だからこそこう渡り切った時に自由だって思いっきり叫びたくなるんじゃないですかね。そんな気がします。あと今ここ普通に入ってますけど、つい昨日までここ閉鎖されてたみたいで、本当にラッキーですね。今日からここに入れるようになったみたいです。ちょっと奥まで行ってみましょう。ここをこうやって渡って自由を踏みしめたっていうことを思うと、ただの橋には感じられないですね。これは朝鮮戦争の時に損壊して旧チャンダン駅に半世紀以上放置された機関車です。チャンダン駅っていうのは韓国のキョンウィ線にある小さな駅で、キョンウィ線はソウルから北へ、やがて北朝鮮へと続いていく路線でした。だからこの機関車は日本統治時代とか朝鮮戦争をまたいで人や物資を運んできた機関車です。このボイラーが穴だらけなのを見ると、その戦争の悲惨さがわかりますね。むしろ走ってる時以上に存在感があるんじゃないかな。あそこがイムジン学公園だったんだけど、すぐ隣に遊園地があるのよ。いや、コントラストがすごいんだけど、ギャップがすごいわ。お客さんがいる様子というか、そもそも人気が一切ないな。別に閉業してるわけではないらしいんですけどね。時が止まったような静けさを感じる、ちょっと不気味な遊園地ですね。個人的にはこういうちょっと変わったところ好きなんですよね。面白いなこれ。あそこの奥に明らかに異質なものがあるんだよ。あれちょっと見に行きたいよね。遠くの方にでっかい謎のモニュメントがあって、めちゃくちゃ気になるんで、それをちょっと見に行きます。集合時間間に合うか、多分ダッシュで行けば間に合うと思うから。あれなんだ、ほら、何あれ、気になりすぎるじゃん、あんなの。謎のでかい画鋲のモニュメントかな。おかしいぞ。なんだここは。お、すげえ見えてきました。なんじゃこりゃ。これなんだ、なんだろう。すごい不思議だ。何これ、すっごい不思議なんだけど、なんだろう。今ちょっと調べたんですけど、これは完全に竹で編まれているそうで、南北の統一を願って置かれているものだそうです。一番下のやつが体のほぼ上しか出てないんですけど、だんだん全部を露出する形になってます。
さっきまでいたイムジン学公園は観光客がたくさんいたんですけど、ここはほとんど誰もいないし、なんかこう、一見質素に見えるんですけど、その中にすごい力強さを感じる異質なオーラを放ったモニュメントです。急いでバスに戻ります。遅れるわけにはいかん。戻ってきたら遊園地動き始めてますね。ただ開園前だったみたい。続いて死体が流れてくる川と200万個の地雷が広がる光景とは。で山のところは全部地雷畑です。朝鮮戦争から70年以上経過しても南北双方が敷き詰めた地雷が今も残っています。この地雷原は韓国側のものですけど、境界線の向こう北朝鮮側にも同じように地雷原が広がっていて、南北合わせるとその総数はおよそ200万個に上るとも言われています。地雷って安い早い長く残るっていう最悪の牛丼屋みたいな特徴を持っていて、だからこそものすごい数利用されて戦争が終わった後も被害が続くようなものになっています。これが元々の南方境界線があったところです。この軍部隊もトンネルが発見された後で続いて北朝鮮の姿と見せかけの村とは。ここから虎展望台という望遠鏡を使って北朝鮮の村を見ることができる場所に行ったんですけど、今は撮影がかなり厳しく制限されていてカメラでは写せませんでした。というわけでガイドさんからいただいた写真と動画をお見せします。しっかり使用許諾はガイドさんにいただいた素材になります。これが虎展望台から見える景色です。かなり田舎の牧歌的な風景ですね。今映っているのが北朝鮮のケソンといって2000年代に南北協力の象徴として作られた工業団地です。でも今は操業が停止されています。それがなぜかというと、韓国企業が払った賃金が一度北朝鮮政府に渡ってケソン工業団地で働く労働者に支給される仕組みになっていました。でも北朝鮮はその多くを労働者に渡さずに、その大部分が核開発に使われているとして操業が停止されました。これは韓国側の主張で北朝鮮側は認めていないです。これがキジョンドンと呼ばれる村で、一見すると普通の街並みに見えますが、実はプロパガンダ村として作られた場所だと言われています。例えば建物に窓があるように見えますけど、実際は外から塗装しただけで中は空っぽだと言われています。1990年代までは大音量のスピーカーで南側に向かって宣伝放送も流していたりしたそうです。写真中央に見えるのが世界最大級の国旗掲揚台で160メートル以上あるそうなんですけど、これは韓国側に約98メートルの旗竿が建てられたことに対抗して作られたもので、韓国側にこれが北の力だっていうアピールをしてきたものだそうです。だからここはただの村というより、ある種見せるための舞台装置のように感じましたね。この写真もガイドさんにいただいたもので、手前に見えるのがケソン工業団地です。でその背後には和訳すると、偉大なるキム・イルソン同志は永遠に我らと共にあると書かれた巨大なスローガンです。こういう風に一見普通の街に見えても、その背景をよく見ると国としてのメッセージが強く刷り込まれてるっていうのがいかにも北朝鮮らしいですね。総じてこの展望台で感じたのは、本当に現実じゃないような現実が広がっているなっていうことですね。
ほんの数キロ先にあるのに絶対に近づけない世界で、すぐそこに見えてるのに歴史とか制度によって完全に隔てられているっていうのがすごく印象的でした。物理的な距離で言えばすごい近いけど、そこにはそれ以上に大きな断絶があって、同じ世界を共有してるはずなのに、線の向こう側とこっち側では全く違う世界になってるっていうのが、現実なんだけど現実じゃないように感じましたね。それぐらい、信じられないような光景でした。最後、ソウル奇襲を狙った北朝鮮の地下トンネルとは。 DMZ に到着しました。ここは1953年の朝鮮戦争休戦協定で設けられた南北を隔てる長さ248キロぐらいある北朝鮮と韓国の軍事境界線です。幅4キロの緩衝地帯になってるみたいです。ここが第3地下トンネルみたいですね。今 DMZ の中の第3トンネルっていうところを入ってきたんですけど、かなり地下奥深くまで続いてて、相当な距離300メートルかなを下って登らないといけないから、結構ね、運動量としては相当なものがあった。第3トンネルは北朝鮮がソウルに奇襲進攻するために地下で密かに掘り進めていたトンネルです。全長は 1.6 キロ以上あって、1時間に3万人の兵士を送り込める規模だったんですけど、途中で韓国軍が発見したことでトンネルは封鎖されて、北朝鮮の奇襲計画は未遂に終わりました。実際に中を歩いた感想としては、ここを掘った人たちの気持ちを考えてしまいましたね。今はまだ明かりがありますけど、その時は多分ものすごい暗い中で、その先に待つのは戦争で、掘り終わっても自分の命なんて保証されていないのに、ひたすら上の命令で掘り進めるって一体どんな気持ちだったんだろうっていうのをすごく考えてしまいました。この DMZ は非武装地帯なんですけど、実は世界で最も武装された非武装地帯とも言われているそうです。それがなんでかっていうと、 DMZ は一応兵士が常駐できなかったり、ミサイルとかはもちろん置けないんですけど、そのすぐ外側 DMZ のすぐ脇にはもう大量の武器とかミサイルとかそういうものが数十万人規模で置かれているらしくて、だから非武装と言われる緩衝地帯なのに、物理的なそのラインのすぐそば、ほんの数キロ先には圧倒的な武力が集まっているっていう、すごい皮肉な状況ですね。中でいろんな説明を聞いたんですけど、本当にここはただの境界線以上に人々のなんか生活だったり記憶だったり、国民的ななんかアイデンティティだったり、そういったものまで全てがなんか隔てられているような感覚になりますね。で、ちなみにこの DMZ は70年以上人間の活動が制限されてきたので、結果的に野生生物のすごい宝庫になっているそうで、だから中で映像とか見た時にその生物多様性みたいなところはかなりフィーチャーされてましたね。ただやっぱり地雷はその踏んだら爆発しますし、糸とかでも作動するので、イノシシとかシカとかクマみたいな地上の哺乳類たちは結構起爆しうるっていうリスクはあるんですけど、鳥は空を飛べるんで比較的その影響も少ないそうです。はい、今撮ってください、写真。はい、行きます。1、2、はい、行きます。また出てきた歌が人参川という歌だったんです。でも韓国のはい、というわけでソウルの方に戻ってまいりました。いかがでしたでしょうか、 DMZ ツアー。結構ね、撮影禁止のところも多くて、多分以前より多くなってるんじゃないかな。感想として一番思ったのは、やっぱ分断の歴史を目で見て確かめるっていうのがすごい大事だなって思いましたね。僕もこの旅のために本読んだり、いろんなニュースとかで調べたりしましたけど、やっぱ自分の目で見るとやっぱ違いますね。全然違ったな。例えば虎展望台からさ、韓国と北朝鮮の境界線がもう本当にすぐそこに見えるんだけど、もう全く同じ空の下、同じ空気がそこにあるはずなのに、そこにはそんな単純じゃない意味が凝縮されてて、だってその境界に1万ボルトぐらいの電気が流れてる柵があって、でしかも人がいたらすぐ検知できるように全くそこだけ木生えてないんですよ。その南側と北側の幅数メートルが。それを見た時にもう本当、これはただの境界線以上の意味がここに凝縮されてるなっていうふうに思いましたね。
今回見てきた軍事境界線も、もっと言えば国っていう概念ですら人間が作り出した想像上のフィクションなわけじゃないですか、サピエンス全史的に言えば。でもその想像上の概念をめぐって人が人を殺めるっていうのは本当に狂気だなっていうふうに思いましたね。その境界線とか国境って地図上の単なる線じゃなくて、それによって人間の暮らしとか感情まで分断されてしまうっていうことを今回のツアーに参加してすごい思いました。その辺のことは実際に目で見て改めて感じたことだから、やっぱ参加した意味はありましたね。